こんにちは。自然を加工チャンネルのくにこです。今回はパステルのスケッチブックツアーをしていきます。といってもね、このスケッチブックは、18枚しか用紙がないので、すぐに終わると思います。このスケッチブックは、前回お伝えしたと思うんですけど、ミューズのパステルマーメイドでサムホールサイズです。白が6枚、グレーが4枚、ブルーグレーが2枚、ベージュが2枚、サックスが1枚、茶色が1枚、薄い紫が1枚、黒が1枚入っていました。使いたい用紙の色がその日によって違ったので、日付がバラバラで前後するんですけど、最初から、めくっていきます。最初はですね、YouTube で見つけたパステル画家の松川佳代さんという方の動画を見て、その後図書館で先生の著書を借りてきて練習してみました。空をグラデーションにする方法や、雲とか、木なんかをどの部分に光が、どちらから当たるかっていう練習をしたんですよね。で、擦り足りないせいか、もしくは乗せてるパステルの粉が足りないのか、白い用紙の部分がね出てしまうっていうのがねちょっと不満でした。こんな風にね途中にこう紙が挟まってるんですよね。でここに粉がねついてしまわないように作品を保護するためですよね。はい、これがパステルで初めて、鳥を描いてみた作品です。この周囲にね、マスキングテープを貼ることを試しました。このアオサギは下から撮った写真を使用したのですが、普段こういった角度でアオサギを見ることってないんですよね。で、大体河原とか池で魚を狙ってるところをね、こう横から見るっていうことあるんですけど、この時はね散歩していたらたまたまビルの上になんか外壁の塗り替えのための足場が組んであって、そこに止まってたんですよね。でとっても綺麗な青空で美しい富士山がね見渡せる日で、タイトルは富士を見るアオサギっていう風にしました。でこれからはね各絵にタイトルをねつけていこうかなって思っています。はい、でこれはいつも行く6号の干潟でね外でスケッチをしようと思って失敗したものです。ペンと水彩でいつも何度も描いている場所なので簡単にできるだろうっていうふうに考えてたんですけど、やっぱり慣れない画材を外で使うのは難しいと感じました。紙の大きさは限られているのでこう大きく広く見える風景をどこまで切り取るかっていうのとか、何を省略するかっていうのがねとっても難しかったんですよね。やっていてもうこれダメだなと思って途中でやめました。これはですねその場所から少し移動したところでね写真を撮って帰ってきて家で描きました。タイトルは冬枯れの6号です。海外のパステル YouTuber が、アルコールを使っているのを見てそれを真似してみました。家にね無水エタノールがなんか虫除けスプレーかなんか作った時に使っていたのが残っていたので、それを使ったんですね。右側のね空のあたりはねなんかうまくできたような気がするんですけど、でこのあたりはねなんか下の白い紙がまだ出ちゃっててあんまり良くないなって思いました。なんかねこう白いところが見えるとなんかこう木が浮いちゃってるような感じがしますよね。でもなんかただ構図はなんか全体的に自分としてもなんか好きだなって思います。これは、田園調布の奇跡霊というタイトルです。この奇跡霊がね主役なんですけど、うまく描けませんでした。でただねなんか岩がねいい感じになったような気がするんですよね。でなんかこう背景と
鳥をねうまくなじませるのがねすごく難しいなって感じてね、持ってるパステルの数が多分少ないので色が合わないっていうこともありますよね。だんだんね自分の使うものをねこう増やしていきたいなって思います。はい、次は、これはですね、これは玉川大橋のゆりかもめです。ゆりかもめもね柄は単純なので簡単だろうと思ったらイラストみたいになってしまいましたね。なんかリアルに描きたいっていうわけではないんですけど、こう漫画みたいになるのも嫌なのでちょっと難しいところですね。なんかちなみにね最近知ったんですけど、いつもインスタなどに絵をアップするときに iPhone で撮影しているんですけど、そうするとね詳細のところにこう〇〇を検索しますかみたいに出てくるんですけど、そこに私が書いた鳥の名前が出ることもあれば、こう大雑把にね鳥っていう風に出ることもあるんですよね。で以前一生懸命英語を勉強している時期があったんですけど、その発音をね Siri に確認してもらってたことがあったんですよ。で AI がどんな風に画像で今判別しているのか分かりませんが、細部の書き込みや色の表現によって、認識の精度が変わるのかなって思いました。でそう考えるとね自分の絵をもっと特徴を捉えてしっかり描く練習にもなるのかなって思いました。はい、これはですね孤独な川愛さというタイトルです。私はこの鳥をね群れで見たことがないので個体で行動する鳥なのかもしれませんけど、いつも見るのはねメスで、ね、1羽だけなんですよね。でこの日はカルガモと一緒に泳いでいました。なんかねこの絵もねちょっと可愛い感じになっちゃいましたね。羽はね難しくて結構ごまかしてますけど、水面の感じが結構好きです。でここからね用紙がねグレーになってるんですけど、グレーはね使いやすいなって思いました。はい、これはですね、調布取水関の星鯉です。星鯉はゴイサギの幼鳥で、親鳥とデザインがね、全く違います。親鳥はなんかペンギンみたいな、紺色と白みたいな、そんな感じですよね。で、足がね、1本しかないのは、折りたたんで羽の中にね、しまってるからです。この絵はね、全体的に好きです。なんか、後ろのね、水面がなんかこう、ちょっと曇ってたので、なんか、暗い感じだったんですけど、なんだろこの鳥との対比がいいなって思います。はい。次は、これは、6号の水辺のイソシギです。逆光の鳥の写真が好きで、このイソシギもね、こう左後ろから光が当たってます。で、この絵もね、全体的に満足しました。なんかこのお腹のね、色合い、影の色合いとか、この濁ったね、水の感じが好きです。けれどなんかこう足が変だなって思います。ね、以前画材の紹介動画で出したポスカをこのくちばしとかこの目の部分に使ってます。これはですね、タイトルは、そっと現れた青字です。臆病でね、なかなかね、姿を現してくれない青字なんですけど、この間、前々回かな、2月の時のネイチャージャーナル会で、新宿御苑に行った時には、近くまで寄ってきてくれました。なんか同じ種でもね、場所によって人に慣れてるか慣れてないかで、結構ね、距離が違うんだなって思いました。この青字はね、河原の青字なので、警戒心がとても強かったです。少しの間、枝に止まっていてくれたんですよね。で、これもね、逆光の写真、こっちから光が当たってる写真を利用したんですけど、なんか、スズメみたいになっちゃいました。もっとね、ここが鮮やかなクリーム色というか、なんか、クリーム色、レモン色か。レモン色なんですよね。黄色ではなくって、その感じがもっと出せたらよかったんですけど、難しいですね。はい。
はい、これはですね、逆光のハシビロガモというタイトルです。もうオスのハシビロガモといえば、緑の頭がね、マガモみたいな感じの緑の頭が特徴なんですけど、これはね、こっちから光が当たってるので、紫のような、青のような、黒のような色だったんですよね。光の当たり具合でね、色が変わるんですよね。カワセミもなんか光の加減によってターコイズブルーとかもう本当に真っ青な、ね、青に見えたりとかすることあると思うんですけど、まあそういうことだと思います。このね、用紙はね、ブルーグレー、さっきのまではこういう普通の薄いグレーだったんですけど、これはブルーグレーですね。この色もちょっと描きやすいなって思いました。これはですね、白原の冬仕事というタイトルです。新宿御苑ではね、白原も見ることができました。で、いつもね、公園なんかに行くと、林の中をこう、白原がいないかなって一生懸命探すんですけど、ガサガサと音がしてね、ああ、白原だかなっていうふうに思って撮ったら、キジバトだったり、ヒヨドリだったりして、がっかりすることがあります。新宿御苑では、遊歩道にね、出てきて何かをね、探していたりしました。で、青地もね、一緒にいたりしてね、面白かったですね。もうちょっとね、この落ち葉のね、この奥の方の光が当たってるところとか、なんていうのかな、もう少し、うまく描けたらよかったなって思います。これはですね、ノスリの失敗作ですね。なんか顔がね、おじさんみたいになってしまってこれからどうやって修正していいかわからなくって、ここで描くのをやめてしまいましたはい、で、次に、まあ、同じ紙があったので、ノスリの続きを書いてみたんですね。くるみの上のノスリです。まあ、うちの近所にね、ノスリの幼鳥がよくいたんですよね、その時ね。同じ個体だと思うんですけど、これは幼鳥なんですね。で、親鳥はね、もっと目の交際の部分が暗褐色で、どっちかっていうとなんかこう、幼鳥の方がかっこいい感じで、親鳥、成長の方はなんか、クリッとした目で、なんか可愛い感じなんですよね。こう一度ね、失敗したからかね、ちょっとやる気が減ってる作品ですねね、この用紙の色よりね、グレーの方がね、使いやすい感じがしました。風景とかにはね、この薄いベージュの色は合うのかもしれませんよね。まあ、なんでしょう。こう、紙のね、なんか紙がどういう場合にこの色の紙を使うと映えるっていうのがちょっとまだわからなくって、うん。まあ、そこも研究していきたいところです。この白くね、光ってるようなパステルはシュミンケのホワイトですね。1本1000円ぐらいするパステルなんですけど、もうこれほんとすごいですよね。なんか、ピカって光ってる感じがする。はい。これは、やぶから棒にウグイスの地鳴きというタイトルです。突然ね、ジャッジャって鳴き始めるウグイスにね、驚くことがあるんですよ。で、この絵はね、手前の方ははっきりと、奥の方の枝はぼんやりと描くことで、こう、奥行きみたいなのを出したかったんですけど、まあ難しくて。はい。まあ難しいですね。なんか、どういう順番で描いていけばいいのかっていうのもちょっとよくわからないし、こういうふうに手前にいるところはね、後ろの木を描いちゃうわけにはいかないので、こういうとこもね、なんか変な感じになっちゃってるんですけど、うん、そうですね。このサックスの用紙を選択したのは、この場所がね、暗い感じの場所だったので、逆に明るい色を使った方がいいんじゃないかなって思ったんですけど、もうどうなんでしょう。もう紙選びもね、すごい難しいなって思います。はい、これは、白梅と目白です。用紙はね、濃い茶色なんですよね。で、
書き上げた時点ではもっとね、なんか薄い紫の粉がいっぱい乗ってたはずなんですけど、フィギサチーフのね、ホルベインのストロングっていうのをシューってかけたら、こう、用紙の色がぐーっと出てきて、暗い絵になっちゃったんですよね。で、まあ、フキサチーフをね、かけてから、もう一回ね、パステルを塗ればよかったのかもしれませんけど、なんか、ちょっとね、気持ちがダウンして諦めてしまいました。本当はね、もっとね、薄い青い空だったんですよね。でもね、これは前回紹介してないかな、まだ。この時点では紹介してないかもしれないんですけど、ラウニーのソフトパステルがあんまり良くないって言ってたんですけど、これ使ってみたらすごくいいんですよね。なんか、色がすごく私好みでいいなって思って、やっぱりね、ちゃんと使っていこうかなって思います。はい。次は、これはね、土の中の春を探すタヒバリというタイトルです。6号のね、野球のなどのグラウンドの芝生があるところで、何羽かのね、タヒバリが地面をつついていました。タヒバリというくらいだから、ヒバリの仲間かと思っていたんですけど、図鑑見ると赤霊科なんですね。確かになんかこう、尾っぽをね、こう上下させたりとかするのはすごい似てるなって思ってたんですけど、まあ似たような場所で似たような姿で歩き回ってますが、ヒバリよりはちょっと小さいか、まあ同じぐらいかな。関羽があるんですよね、ヒバリは。タヒバリは関羽もなくて、まあ比較するのもおかしいのかな、仲間じゃないから。で、この絵はね、お腹がなんか可愛いなと思って描いてたら、ちょっとぽっちゃりしすぎ、ぽっちゃりしすぎ、もうちょっとなんかスマートでしたね。足は、草に隠れてたので描けませんでした。はい。最後ですね。はい、これはですね、黒い用紙に、その最初に勉強させてもらった松川さんという方の本で見た夕焼けを練習で書いてみたものです。暗い用紙はね、なんとなくね、初心者には難しい紙なのかなって思いました。なんかテクニックが必要なんでしょうかね。ちょっとよくわからないんですけど、まあこれは夕焼けってことなんですけど、どうなんでしょう。まああんまり好きじゃない感じかなって思いますけど。好き嫌いありますよね、きっとね、この用紙にもね。はい。というわけでですね、はい、このミューズのパステルマーメイドスケッチブック S サムホールサイズは、世界堂でも Amazon でも、1枚あたりはね、100円以下なんですよね。で、詳しくはね、概要欄をご確認ください。というわけで、今回は最近ハマっているソフトパステルのスケッチブックツアーをしました。引き続き描きたい鳥とか風景を、自然をね、パステルで描いていきたいと思います。こちらの、ラウニーのスケッチブックを使おうかなって思っています。前回の画材紹介でこれが一番高いって言ってたと思うんですけど、レシートを見たらね、キャンソンのミタントのスケッチブックの方が高かったので、こっちを先に利用していきたいと思います。でもこれもね、これが一番安いのか。同じぐらいか、ちょっとこっちの方が安いぐらいなんです。このマーメイドとこれは同じぐらいの値段ですね。で、これは1枚100円を超えています。でもおすすめはこの用紙だったので、ちょっと楽しみなんですけど、でも白が多いんですよね、なんとなく。白はね、使いにくかったんですよね。グレーがね、使いやすいなって思ったんだけど、それは水辺を描いているせいなんでしょうかね。ちょっとわからないですけど、これは白っぽい色ばっかりなんですね。でも使ってみたいと思います。はい、それでは、最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録やいいねもお待ちしておりますのでよろしくお願いいたします。それではまた。